はい、どうもゆうすけです。今回は集中しすぎるとむしろ日本語が聞こえなくなるという話をします。リスニングで大切なのは単語を一個ずつ拾うことではありません。全体の雰囲気を掴んで頭の中でイメージすることなんですね。このことを皆さんにマジで伝えたいので話したいと思います。昔こんなコメントをもらったんですね。すぐにその日本語を聞いた時に翻訳してしまいます。その人はアメリカ人だったので英語に翻訳してしまいます。でもそのせいで聞こえないし会話についていけないっていうふうに話してたんですね。もうめちゃくちゃ気持ちがわかるんですよ。私も全く同じで、その英語を勉強したての時は同じ経験をしたので、それでちょっと私の話なんですけど、その大学受験の時に日本の私立大学を目指していて、で試験にリスニングがほぼいらなかったんです。だからリーディングばかり鍛えてたんですね。で読むスピードはすごく上がったのに、もしで久々に英語のリスニングを受けたら最初の1問目からわからなかったんですよ。もう最初の1問目ってめっちゃ簡単なんですよ。すごく短い英語の文章をリスニングする。なのに全くわからなかったんですね。リーディングはできるのに。自分でもびっくりして、残りのその模試の時間、これみんな聞こえてるのと思いながら模試受けてたんですけど、そのぐらい本当に聞こえなかった。頑張ってこの単語を知ってると思っても、その単語を知ってるとか、これは日本語で〇〇だって思い出してる間に次の英語の文章が読まれて全くついていけない、こういう経験があったので、もう完全に置いていかれていました、英語に。はい、なので気持ちがわかるんですけど、でも今は違います。リスニングが今大の得意なんですね。でその転換点を振り返ると、聞こえない理由は主に3つ。そしてこの3つの総合値を上げることが鍵だと思います。今日はその3つを実践方法と合わせてお話ししたいと思います。で、まず1つ目は語順の慣れです。母語の語順に直さず、日本語は日本語のまま受け取る準備をすること。リーディングなら語順を組み替えても間に合うんですよ。ですがリスニングは時間が止まらないじゃないですか。だから語順を変えて、自分の母国語の語順に変えて読んでも、まだ読むのはいいんですけど、リスニングは全く間に合わないので、だから、語順に慣れることで、その日本語を聞いた時に日本語のまま理解することができるようになるんですね。これはちょっと有名な話なんですけど、ただ語順に慣れろ慣れろって言われてもどうやって慣れるんだと思いませんか？私が、日本語で帰り読みって言うんですけど、日本語を勉強するときに日本語の文章があるじゃないですか。最初の主語読んで、その後後ろの動詞に飛んだりしませんか？最初読んで後ろからどんどん訳していく。これは英語の語順だからそうするんですね。で、私も英語を最初勉強してた時に、最初に主語を見て、で次に後ろの目的語を見て、最後に動詞を見るっていう帰り読みっていうのをやってたんですね。でこれが語順に慣れてない人がする読み方とかなんですけど、でこの語順に慣れる方法としては、精読した文章をたくさん音読することです。これがもうマジで俺の人生を変えてくれました。すごくリスニングができるようになったので。でちょっと2つ目に行くんですけど、また後でちゃんと説明します。まず2つ目の理由が、チャンク的な聞き方ができてない。チャンクですね。チャンクというのは単語を一つずつ拾うんじゃなくて、意味の塊として理解することですね。例えばというかとか、わけではないとか、してもらってもいいですか？これを一つのセットとして、フレーズとして、チャンクとして覚えるとか理解するということですね。で
この文法と意味がセットになった塊として覚えることで聞き取るスピードがめっちゃ上がるんですね。これアメリカのオハイオ州立大学のジェームズ・マッコーリーによると、人のこのチャンク化能力、チャンキングアビリティは文を理解するスピードや正確さに直接影響するそうです。彼の研究ではチャンクをうまく処理できる人ほど第二言語の文を早く深く理解できることが確認されてるんですね。だから、チャンクで処理できる人ほど全体の理解が早くて、部分的な意味に引っ張られなくて、聞きながら同時に内容を整理できるという特徴があるんですね。他にもスペインのマドリード自治大学のクリスティーナ・ブリードらの研究では、学習者のチャンク化能力が高いほど第二言語、特に第二言語の処理がより効率的になることが示されています。つまり言い換えると、文を理解する力、特にリスニング、リーディングでもなんですけど、特にリスニング、文を理解する力はチャンクで処理する力なんです。はい。なのでこれをねちょっと知ってほしいんですけど、例えばこの文どうですか？皆さん頑張ってこれを理解してみてください。明日の英語の授業ないらしい。明日の英語の授業ないらしい。これを単語レベルではなくて意味の塊に分けて聞いてください。明日の英語の授業がないらしいじゃなくて、明日の英語の授業っていう一つの塊がないっていう塊で、らしいっていう塊ですね。この明日の英語の授業っていうのが主語になるんですけど、こういう主語の塊だったり、そういうフレーズの塊とか、いろいろあるんですけど、このチャンクで一個の意味が、大きな意味を持ってて、でそのチャンクが何個かあって、でそのチャンクの意味同士をくっつけて頭の中でイメージするっていうのがリスニングなんですよ。はい。でこれを意識して音読とかリスニングとかするのがいいんですけど、ここでちゃんと文法を理解しないと音読しても意味ないんですよね。なのでここで先ほど言った精読っていうのが必要になってきます。例えば明日の英語の授業が主語っていうのは分かりましたよね。じゃあこの明日の英語の授業の中身はどうなってるのかっていうところなんですけど、明日のっていうのが英語の授業を説明してる。で、英語のっていうのが授業を説明してる。どんな授業なのか、英語の授業。で、この英語の授業が明日の英語の授業だよね。わかりますか？この就職っていうんですけど、就職してる、説明してるじゃないですか。このどこの部分がどこを説明しているのかっていうのを、矢印書いてもいいんですね、紙に。ちょっとここに載せるんですけど、私が英語を勉強していた時はこういう感じで矢印とかを書いて、完全にその文章の文構造とか、時にはイディオムも入ってたりしますけど、完全に分かりきる文章を作るんですね。理解できる、人に説明できるぐらい完全な文章を作って、その後その文章をたくさん音読するんですよ。そうするとチャンクで意味が理解できるようになります。そしてイメージしながら最初から読むことで帰り読みする必要もなくなるし、本当メリットしかないんですね。で、私はこれをもっと上のステップのシャドーイングというやつをずっとやってたんですよ。TOEIC の試験のシャドーイングをずっとやってたら、TOEIC のリスニングがもうすごく聞こえるようになったんですね。で、その後に実際の会話に入ったんですけど、そうするとまたちょっと違うので聞こえなかったので、次は YouTube の人がなんかしている動画を見て、でその部分をシャドーイングして、スラングが入った文章をシャドーイングしてました。そうすることで、そのスラングの使われ方だったり、よく会話で使われる文構造だったり、そういうのをチャンクで理解して、チャンクで聞いて、で分かるようになりました。はい。この精読との違いなんですけど、チャンクリスニング、チャンクリーディング、結局は意味のまとまりで理解する。スピードを上げるためですね。で、精読っていうのは文法的な構造を細かく分析すること。わかりました？つまり、リスニングでは全体の流れ、意味のまとまり。リーディングでは
文の中の関係を意識するのがポイントです。わかりましたか？はい。次、3つ目いきます。3つ目、これ最後なんですけど、集中しすぎないこと。これ最初に言ったことなんですけど、これが正直私の中で一番大きかったですね。私に英語を教えてくれた友達がいるんですけど、本当にその人のおかげでめっちゃリスニングが伸びたんですけど、めっちゃ集中してたんですね。先ほど言ったように単語を聞き取るぞって構えて、で聞こえた単語に意識が持っていっちゃうんですね。あとはそこで聞き取るぞって思うとやっぱ緊張しちゃうんですね。これが良くないんですよ。本当に良くなくて、これ研究でも示されてるんですね。カナダのケープブレトン大学のピーター・マッキンタイヤによると、第二言語を学ぶときに感じるリスニング不安、リスニングアングザイティは理解力と負の関係があるそうです。理解力と負の関係がある。つまり集中すればするほど頭の処理が追いつかなくなって聞き取れなくなるんですよ。不思議ですよね。集中すればするほど聞こえなくなる。これを過集中と言います。過集中。またアメリカのジョージタウン大学の研究だと、すべての単語を理解しようとすること自体が不安を高めて理解を下げるということも報告されています。だから軽い集中で音を絵にするんですね。登場人物、場所、意図をざっくり聞くこと。例えばショッピングモールのアナウンスとかのリスニングがあるとするんだったら、私はもうショッピングモールにいる人だと思ってそれを聞くんですね。ショッピングモールで買い物をしてて、でそれでアナウンスを聞いてて、だからそのアナウンスの意図をしっかり汲み取ろうっていう気持ちを作る。単語を拾うと思わないようにする。これが大事かな。集中しすぎないようにすることが大事かなと思います。実際にどうですか？皆さんの自分の母国語で会話をするときに皆さん全く集中しないですよね。なのに日本語を聞くときに集中してしまう人。こういう人たちは一度自分の母国語を聞くように日本語を聞いてみてください。そうすると何かつかめるものがあるのかなというふうに思います。私はこれで大きく変わりました。結論なんですけど、高速アクセスを作ることが大事なんです。高速アクセス。だから頭の中にただ記憶があるだけじゃダメなんですよ。それをすぐに使えるとか、聞いてすぐにイメージができる高速アクセスっていうのが大事です。はい。それを皆さんに作ってほしいです。そして、この高速アクセスを作る方法が一つあります。それが、日本語の会話レッスンです。会話レッスンがリスニングを伸ばすっていうのが科学的に言えるんですね。ちょっと私の宣伝でもあるんですけど、今ちょっと私は日本語を今オンラインで教えていて、たくさんの生徒と実践的な会話をしているんですね。で、関係なさそうな話す練習が実はリスニングを底上げしてるんですよ。私も話しながら感じてます。うわ、この生徒すごいリスニング力伸びたなっていうのはもう感じてます。で、理由が2つあって、1つ目は予測です。予測。これ UC サンディエゴの研究なんですけど、相手の意図と文脈から次に来る表現を先に予測するっていう練習がつくんですよ。仮に音がかけても意味で補える耳を育てることができるんですよ。はい。人が文脈に基づき次の言葉を予測するんですよね。だから結果として理解が滑らかになるっていうのが分かってます。だから会話をすると相手が何伝えたいのかっていうのをすごく聞こうとするし、会話の流れがあるじゃないですか。例えば、天気の話をしてるんだったら、天気でよく使われる単語っていうのを構えるらしいんですよ、頭が。例えば、日本語でも橋ってあるじゃないですか。人が歩く橋と食べる橋、食べる橋じゃない、道具の橋あるじゃないですか。で、ご飯の時に〇〇箸取ってって言われて、でこっちの箸ってわかるじゃないですか。食べるための道具の箸ってこんな感じです。文脈からわかる単語、そういうのがあるので予測するとそういう理解が滑らかになるっていうのがあります。2つ目は検索練習です。これ結構面白いんですけど、例えば私が英語を話すときに
あの言葉何だったっけなと思って、で、あれだったって話すじゃないですか。この検索が大事なんですね。検索すること。そうすると、その単語というのが長期記憶に入りやすくなるんですよ。認知心理学では、このテスト効果によって同じ素材の再読、何回も何回も同じ単語を読むよりも、この検索する作業の方が長い記憶、長期保持を大きく改善することが繰り返し示されているんですね。つまり喋ることっていうのは頭の中で単語を探しに行くんですよ。そして口で言うっていうのの練習なので、すごいなんて言うんですか、結局リスニングも伸ばすというようになりますね。言えることは聞こえるじゃないですか。話せることは聞こえるので、その原理だと思ってください。はい。今回の動画はここまでです。もしレッスンに興味がある方は概要欄のリンクの方からウェブサイトに飛んでくれたらと思います。私たちは年内に1万人を目指しているので、チャンネル登録の方してくれたらすごい嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。